はい、こんにちは、岩根です。今日はですね、とどろきクッキーさんのオリジナルキャラクタージャスミンちゃんを使って振り向きですね、12個まで振り向くっていうのが基本の動きなんですけども、仲間数であったり原画の描き方によってどういう風に印象が変わるかっていう企画動画をお送りしたいと思っております。このチャンネルではアニメーションやお絵描きに役立つ情報を発信していきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまず1番目からいきましょう。まずはたった2枚ですね。原画横向きと正面向きで、これ中何にも入れずにそのままなんで、これをアニメーションとは言えないかもしれないんですけども、一応何もない状態のやつ、これが基本ですよっていうことを覚えておいてください。12コマ振り向いて12コマ止めです。ではこっから次2番目ですね。はい、2番目は3コマ中3枚って言われるやつですね。なので12個まで振り向いてっていうことなので、中に3枚入っております。中3枚、こういう動きです。通常のテレビアニメっていうのは動くっていうのは最低限3コマ、アクションシーンだと2コマとか1コマも使うんですが、日常的なテレビアニメだと基本3コマ撮りで動かします。1秒間に8枚違う絵を表示するということになります。これが通常の12コマ、3コマ、中3枚の振り向きっていうことになります。では、この次行きましょう。はい、次は、2コマ、中5枚ですね。タイミングはまるで一緒です。さっきよりも滑らかに動いてるかと思います。通常テレビアニメはあんまり2コマ撮りっていうのは日常のシーンではそんなには使わないんですけど、劇場版とかになると2コマ撮りが基本になります。だから最初のやつよりも滑らかに動くというふうに覚えておいてください。ではこの次行きましょう。1コマ中11枚ですね。こういう感じです。通常のアニメーションは1秒間24コマで表現しています。なのでこの1コマ11枚っていうのが最も滑らかに動くバージョンだと思ってください。ビデオとかだと1秒間30フレームとかになるので、もっと細かい描写ができるんですけど、アニメっていうのはその昔の映画のフィルムの流れを組んでいますので、1秒間24枚の絵が最高なので、12コマの振り向きであれば1コマ撮り中11枚、これが一番滑らかな表現ということになります。では次いきます。お次は同じく3コマ中3枚なんですけども、動きの爪ですね。この止まる最後の方に詰まってます。最初が早く動いて終わりに行くに従ってゆっくり動くっていう動きです。こんな感じです。だから同じ3コマ中3枚なんですけども、絵の入り方が違うので、やや、止まるときにゆっくりになるっていう風な表現ができるかと思います。これがいわゆる後詰めっていうやつです。原画はまるっきり一緒です。原画は同じで、ただ動画の入れ方が変わるっていうことです。ではその次、先ほどのやつとは真逆ですね。今度は先詰めです。動き始めるところに時間をとってラストは早いっていう、こういう感じです。カッカッグーカッっていう感じの動きですね。カッっていう感じです。で次いきます。で先ほどのやつ
最後カッて止まるところがやっぱりやや唐突な感じを受けるかと思うんですけども、それを緩和するために最後に髪の毛の揺れ戻しを入れるバージョンですね。顔は止まってます。12コマで顔の振り向きは完了してるんですけども、その後髪の毛がちょっと揺れる。これだけでだいぶ表現として、リッチな感じがするんじゃないかと思います。その分枚数かかるんで、枚数も手間もかかるんであんまり使いたくはないんですけど、髪の毛とか尻尾とかそういう長いものがついてるキャラクターはこういう表現を入れるとちょっと画面が華やかになりますね。では次行きましょう。これなんですけども、動きとしては通常の中割り3コマ中3枚なんですけど、髪の毛の先に残しを入れてあります。後からついてくるような中割りが入ってるので、ちょっとだけこれまでのやつより髪の毛の先に柔らかさを感じるんじゃないかと思います。これもどっちかっていうともう動画の範疇ですね。違いは原画は同じです。では次。先ほどの髪の毛の残しを入れたバージョン、せっかくなので髪の毛の揺れ戻しを追加しましたっていう動きです。こういう感じです。なので、冒頭の3コマ中3枚よりもより髪の毛の柔らかさを感じられるんじゃないかと思います。とにかく髪の毛っていうのは、顔についてくるものなので、顔が止まってもしばらくは動き続けるっていうこういう表現があるといいんじゃないかと思います。それでは次に行きましょう。これは演技にもよるんですけども、3コマ中3枚で振り向いてるんですけども、その3枚を全て原画っぽく描いております。この範疇になると多分動画っていうよりは原画でそういう風な絵を描かないとこういう動きにはならないです。ちょっと跳ねるような感じで、だからある意味中に入ってないのでちょっとパタパタとした印象を受けるかもしれないです。3コマ中3枚、タイミングはまるっきり一緒です。これまでと。でその次ですね。さっきのパタパタした動きを緩和するために2コマ取りにして、間に1枚ずつ入れてあります。こういう感じです。さっきの、3コマ3枚全原画のやつと、タイミングはまるっきり同じなんですけども、間に絵が入ることによって滑らかに動いて見えるんじゃないかと思います。それでは次行きましょう。でこちらは先ほどの全原画の動きに間を入れた動き、ついさっきのやつですね。あれの最後に髪の毛の揺れを入れてます。今回の作例で言うとこれが一番リッチな動きっていうことになるんじゃないかと思います。一番原画の手間がかかってて枚数がかかってるっていう感じですね。なので今回のことに関して言うとこれが最高です。もちろん演技によります。では最後おまけ。これね、違いが分かりづらいかもしれないんですけども、3コマ中3枚なんですが目線を送ってあります。進行方向に対して。一番最初のこれと動きは一緒なんですが、こちらの方は視線が常に真正面です。なのでちょっと機械的な印象を受けるかもしれないです。もしくはずっと何かを見つめてて振り向いてる、何か目の前で動いてるものを
目で追ってるっていう感じになるかもしれないです。演技的に言うと。この一番最後のやつ。これは誰かに呼ばれて振り向く感じ。なので、呼ばれて声をかけられた方向にまず目を向けてるっていう。わずかな違いなんですけども、これが絵に演技をさせるっていうことになるので、目線どういう風に動くかっていうことはアニメーターたるものを常に意識しておいた方がいいんじゃないかと思います。ただ実際映像として流れると違いが感じられるかっていうと、まあ微妙なところっていうところはあるんじゃないかとは思います。ということで今日はこんな感じでアニメーション同じ12コマの振り向きであっても中に入る絵でこんなに印象が変わるっていうことをお伝えできたんじゃないかと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。